こんにちは。アトリエネトラポートです。今回はこちらのカード入れを作っていきます。簡単に本当にあっという間にできてしまうので、ぜひ皆さんも作ってみましょう。それでは材料をご説明します。今回は、1.5mm から 2mm の厚さの革を用意してください。サイズはですね 23cm×14cm、このサイズですね。また型紙番組タイトル下に PDF でついてるので、厚紙に貼り付けて切ってください。これをですね取っていきます。あまり大きさもないので歯切れでもできると思います。小物シリーズは結構プレゼントとかにも喜ばれますので、ぜひ作ってみてください。はい、かけたらですね、裏面塗工処理をします。目の寝る方にトコノールを塗ります。結構このぐらいの歯切れとかね、皆さん何に使おうかなっていう方多いと思います。はい、塗れたらガラス板でこすっていきます。これも目の寝る方に向かってガラスをかけます。あとは重しを乗せて少し置いておいてください。皮が平らになったのでカットしていきます。まずこのカーブがあります。このカーブのところを切りづらかったらですね、穴あけハトメ抜きで抜いてもらうと切りやすくなります。切りすぎちゃったり刃が入りすぎちゃったりすることもあると思うので、不安な方はこんな感じでカーブの1箇所でも大丈夫なので、ハトメ抜きで抜いてあげるとその穴から外に向かってカットできます。結構楽に切れるのでおすすめしてます。すごい山が急カーブなので、ここも何度かに分けて切ると切りやすいです。今回シュリンクレザーを使ったので、なんか結構伸びそうですね。はい、穴から外へ切っていきます。カットできたらここのカーブをきれいに整えます。包丁だけではうまくラウンドできなかったところも少し整えるととっても綺麗になります。そして型紙に印があったと思うんですが、バネホックをつける頭のところに穴を開けておきます。そうしたら先にここですね、ここをへり落とししていきます。シュリンクの方は一度固めてください。へり落としします。薄くてやりづらい時は下にミニゴム台を引いてください。シュリンクもやりづらいですね。固めると少しやりやすくなると思います。うまくいかなかったところは紙やすりで削って整えておいてください。裏側もやります。同じくここです。で、端っこは、ここですね。ここは、後で縫い合わせますので1センチぐらいやらないでおいてください。裏はガリガリして大丈夫です。へり落としが終わったら磨きたいと思います。紙やすりをかけて、はい、トコノールを塗ります。最初ははみ出してしまって難しかったりしますね。はい、そしたらウエスで磨いていきます。そしたらまた紙やすりをかけて、トコノールを塗って磨いて、で3回目トコノールを塗ってウエスで磨いたら磨きの完成です。磨きの回数はお好みですので、全然磨かない切りっぱなしとかでもかっこよくできます。これ切りっぱなしで作ってます。はい、皮とかにもよるので、お好みで変えてみてください。磨きの工程が終わりました。刻印を入れる方はこのタイミングで刻印を入れてください。いよいよボンドでくっつけていきます。ボンドを用意してもらって、
今回は半分にこう折っていきますので、この半面だけで大丈夫です。端からつけていって、今度は 2、3 ミリの幅でのせていきます。こんな感じです。で、角を合わせて一番合う場所で接着します。貼れたらぎゅーっとボンドがついているすぐ上を押さえてもらうと、ボンドがぎゅっとはみ出てきます。白くはみ出てきます。ボンドの層が薄いと、磨いた時に綺麗にコバが仕上がります。ぎゅーっと押さえたら、今度はクリップをつけていきます。隙間なくクリップをつけてしっかり接着してください。で、角少しボリュームがある時は角が止まらないことがあります。少し隙間が空いてても、かっこよく仕上がりますので、全部ビシッと留めなくて大丈夫です。このぐらい端っこがぷくっと開いてても大丈夫です。それでは接着していきます。接着している間にバネホック台をつけていきます。上にある印をバランスを見てちょっと余裕を持たせてください。バランスを見て書き写します。まずこちら上の方はこちらがつきます。バネホックの留め方も、短い動画で基礎編に載ってます。はい、つきました。下側ですね。ミニゴム台を入れます。この下に皮を引くと傷がつかないです。ここに穴を開けます。そして下はこれが入ります。入りづらい時は上から一度入れると穴が広がります。平らな方を下にして、はい、止まりました。周りもくっついてきたと思います。ちょっと見てみましょう。はい、くっついたので周りを段差のあるところは短い方に合わせて包丁でカットします。こう表からと裏からと見て短い方に合わせてカットしてください。で、カット終わったら今度はドレッサーをかけていきます。しっかり2枚が合うようにしっかりめにドレッサーをかけてください。一方方向にかけていきます。2枚が揃うとコバがとても綺麗に仕上がるのと、表から穴を開けるときしっかり縫い込める穴が開けられます。カーブのところもあります。ここをしっかりかけて滑らかなカーブのラインを出してください。そうしたらですね、今度はこちらに縫う線、今回 3mm になります。ディバイダーで 3mm の線を引いていきます。はい、このぐらいまで引ければ大丈夫です。穴を開けていきます。今回は4番を使っていきます。5番でも大丈夫なのでお好みの方を使って穴を開けてください。ここ1目落とします。もうずっとこの状態で穴を開けていきます。最後この辺りで終われば大丈夫です。カーブのところ、2本刃を使って穴を開けると、はい、ちょうどよく穴が開きます。穴が開き終わったら糸は縫う距離、今回1本で縫います。縫う距離を測った5倍の糸を用意してください。ローを引いて針につけます。はい、針の準備ができましたら、今回はこう縫っていきます。2目目から入って、はい、1目戻っていきます。
表から裏から、そしてまた表を入れて、1目めがこれで二重になりまして、強度が上がりました。ここからは通常縫いになります。カーブもそのままずっと縫っていただいて、最後縫い止まり2目もしくはビニモは3目戻って縫い止めてください。縫い止めたら糸に引っ張られて少しなみなみしているコバをドレッサーでしっかりきれいにしていきます。コバの仕上がりが変わってきます。しっかりドレッサーをかけておいてください。ドレッサーかけられましたらへり落としになります。表側、裏側、へりを落として磨きの工程です。ドレッサーで周りをきれいにしたらへり落としをしていきます。シュリンクレザーの方は一度溶剤を塗って固めるとやりやすいです。今回は1番でやっています。表裏ぐるっとへり落としをして、でここから磨きの作業になります。最後の磨きになるのできれいにピカピカに磨いてみてください。皆さんピカピカに磨けましたか？ピカピカに磨いたら完成になります。カードや、鍵を入れる方もいらっしゃいます。いろいろ小物を収納してみてください。ぜひ作ってみてください。動画の方気に入ってもらいましたらいいねボタンやチャンネル登録お願いします。